はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、SEC 略式裁判の申し立てをさらに裏付けする補足的な内容の文章を提出ということでですね、ジェームズ・フィランさんって方ですね、弁護人であり、元連邦検察官のジェームズ・K. フィラン氏って方なんですけども、この方がですね、過去、今までですね、SEC 対、リップル訴訟の件でいろいろ資料が提出されるたびに、それをね、共有してくださっている大変有名な方になります。で、こちらの方にリンク載せております。実際の文章ですね。で、今回の動画の概要欄の方に、今回の動画の元記事のリンク貼っておきますので、そちらをクリックしていただいてですね、こちらのドロップボックス開いていただくと、元資料の方を見ることができます。で、次からはですね、その翻訳、1ページ目、2ページ目の翻訳になりますが、内容の方ですね、共有の方をしていきたいと思います。ECF による、本アナレサ・トーレス、米国連邦地裁、ニューヨーク州南部地区ということで、親愛なるトーレス判事、原告である証券取引委員会、以下 SEC は保留中の略式判決申し立てをさらに指示するため、この補足的な内容の通知書を慎んで提出しますということで、これですね、過去、SEC とコモンウェルズ社ってところがですね、争った内容を、今回のね、ところでまたですね、トーレス判事の方に共有したという内容になっております。そのね、内容なんですけども、2023年4月7日、マサチューセッツ州の裁判所は SEC の略式裁判の申し立てを認める意見を発表しましたと。そして被告の略式判決に対する反対申し立てを否定したと。SEC 対コモンウェルズ社ということですね。で、このコモンウェルズ社のですね、事件では、裁判所は被告が特定の利益相反、を開示しなかったことに関連して、1940年、投資顧問法の過失に基づく規定に違反したと認定したと。で、その際、裁判所は SEC が訴状で、主張されている開示義務について、被告に公平に通知することを行ったと主張する、公正手続き上の積極抗弁を却下したと。この公正通知っていうのは何かと言いますと、事前にね、今ですとリップル社と争っているのは暗号通貨っていうのが、規制されるものなのか規制されないものなのかっていうの事前に通知はあったんですかっていうところですね、そちらの内容のものになりますので、今後ですね、この言葉は結構出てくるかと思います。で、今回の被告と同様にコモンウェルズ社の被告はアップトゥーンとコモンウェルズ社を前提に公正な通知の抗弁を行ったと。リップル社同様ね。で、その時は、アップトーンをですね、引き合いに出して、コモンウェルズ社は、公正通知の抗弁は、SEC が長い間問題になっている被告の慣行を認識しており、懸念を表明し、関連する規定、規則制定を検討していたと主張したと、その時。が、問題となった書類の開示を要求する具体的な規則を導入することはなかったと、述べていますと。だからね、もうその、SEC から言われていることは理解していて、理解していたんですけども、ルール制定はしなかったと。で、裁判所はアップトゥーンの被告は常に SEC 規則の文字通りの条項を遵守していたと述べ、アップトゥーンを正しく区別したと。で、コモンウェルズ社は、裁判所の判断ではアップトゥーンとは異なり、助言者法の開示義務に関する50年前の最高裁判例により、被告は公正な通知を受けたとされたと。で、コモンウェルズ社は、様々な理由から、この件でね、SEC の略式判決の申し立てを、今回支えていると。まず、長年の最高裁判例が、公正な通知を提供できるとするその見解は、本件における SEC の立場と同じであると。ハウェイとその後継者が被告の憲法上の公弁を破るのに十分な公正な通知を提供したとするものであると。で、次に、コモンウェルズ社は SEC の強制執行訴訟において、略式判決で公正通知の公弁を却下する連邦地裁判決の連続した流れに新たなつながりを加えていますと。さらに、コモンウェルズ社は SEC が20年以上前から問題となる行為を認識していたのにもかかわらず、その特定の行為に対処する規則を導入していなかったという議論の余地のない事実が示された場合でも、略式判決で公正通知の防御を棄却しなかったと。
したがってコモンウェルス社は、被告の公正通知の抗弁を却下し、SEC の略式裁判の申し立てを認めるための追加的な、証拠を提供するということで、証券取引委員会の方がですね、新たにですね、またアナリサ・トーレスさんのね、裁判官の方に、過去のね、こういったことがありましたよということで、今回ですね、追加の資料として提出があったという形ですね。で、これに関してですね、先日も紹介させていただいたですね、弁護士のデジタル資産愛好家のビルさんですね、この方がですね、ツイートの方で返信をしておりまして、この判決が出たからといって、リップル社が略式裁判で公正通知の公弁を失うことはないと予測していますということで、考えをですね、共有してくださってます。ジェームズさんありがとうございますと、SEC からの判決で要点を絞ったレターですと、これは SEC が略式判決の申し立てで、リップル社に不利な判決を下すことを望んでいる公正通知の公弁に関連するものですと。この事件の被告はリップル社と同様にアップトゥーンと SEC に依拠した公正通知の公弁を試みたが敗れたと。裁判所は以下のように判断していますと。50年前の古い事例が被告に公正な通知を与えたと主張し、それ以降のハウェイ事故事例とその後継事例がリップルに公正な通知を与えたと主張していますと。で、このケースは表面的には少なくとも SEC を助けていますと。確かにね。ただ、これはトーレス裁判官を支配する決定ではなく、リップル社は本件を区別するよう求めるだろうと。で、これは事実が異なっているので難しいことではありませんと。暗号以外のケースで、裁判所が新しい資産クラスを事実として扱ったりと、あとは、ヒンマン演説の市場への誤った誘導を扱ったりしなければならないということなどもありませんと。これは今回新しいことですと。で、この件、判決が出たからといって、リップル社が略式判決で公正通知の公弁を失うことはないと予測していますということでね、共有の方をしてくださいました。で、公正通知に関してですね、SEC が今回こう攻めていった形、追加の資料でね。で、リップル社とどう違うのかっていうことは、その暗号以外のケースでっていうところと、あとはね、状況が違うので、それとは区別するように求めてくるんではないかと、リップル社がね。といった形で進んでいると。で、またね、資料の方、いろいろ公開の方ありましたらですね、ジェームズ・フィランさんのところからまた引用してですね、公開の方をしていきたいと思います。で、まだ略式判決ですね、裁判の方決定しておりませんが、徐々にね、どんどん進んでいっているっていう形になります。でね、ジョン・リードさん、の方が言うには、2ヶ月以降ぐらいっていうと、5月ぐらいにはですね、何らかの判決が出るんではないかという形でね、共有の方は確保されてましたが、僕の方ではね、リップル関連、プレアネットワークス関連、あとソルテニック、コアリム関連、毎日ですね、海外の方から情報の精査してまとめております。で、できるだけですね、動画を毎日配信できるように頑張っておりますので、またよかったらですね、別の動画を見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、今回の動画のコメント欄、概要欄の方に公式 LINE のですね、リンク貼っておきますので、何か質問ある方はですね、そちらからご連絡いただけますと、僕の方でご対応させていただきますので、よかったらよろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安さん流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方にすべてね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方をさせていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。